リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。皆さんこんにちは。リンクトゥライフ、命をつなぐ思いの時間でございます。パーソナリティを務めさせていただくのは広島経済大学メディアビジネス学科1年岡野浩平と、そして同じく広島経済大学メディアビジネス学科1年の柴田明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、新しい番組リンクトゥライフでございますが、こちらの番組というのは、先ほども、サブタイトルで出てきたんですけど、命をつなぐ思いということで、命の、番組なんですが、ちょっとこの番組を発案したちょっと岡野くん概要の方ですね、番組の概要の方を説明していきたいと思います。この番組では毎回テーマを決めて私たち2人が熱く語っていきたいと思います。大学生の視点から命について真剣に考えていきます。またリスナーの皆さんのメッセージも大募集しております、ということで、本当に命についてちょっと他の番組よりはすごい重い感じになるんですけど、そうですね、ちょっと大学生としてちょっと命についてちょっと考えていこうかなという番組でございます。命をつなぐ思いのですね、命がですね、普通にそうですね、普通は漢字一文字で命のところが生命って書いて命という読むんですね。意味としてはですね、やっぱり生きている命を大切にするっていう意味でですね、普通の命というより重い漢字で生命と書いて命となります。命という漢字についてこういう意味があるんですね。そういう思いがあるんですね。これ本当にですね、学生で考えていくので、僕たちもね、自分の意見として考えていくんですけども、やっぱりリスナーの皆さんからお便りが欲しいという考えが欲しいので、ぜひお便りの方をよろしくお願いします。この番組ではお便りの方を募集しております。はがきお手紙の場合は郵便番号 731-0192 広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学 FM ハムスターまでお願いいたします。ファックスの場合は 082-871-1620 082-871-1620。 E メールの場合は fm.hamster@live.jp まで。アルファベットはすべて小文字で fm.hamster@live.jp までお願いいたします。お便りは必ず番組名をご記入の上お送りください。お願いいたします。やっぱり皆さんの声を参考にしながら一緒に考えていけたらなと思ってますんで、思ってますんでよろしくお願いします。この後はですね、飲酒運転ゼロプロジェクトについてですね、広島飲酒運転ゼロプロジェクトについてですね、三浦さんと山迫さんという方にゲストに来ていただいているので、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。広島飲酒運転ゼロプロジェクトのコーナーです。このコーナーでは中国新聞社にご協力いただき、理不尽に命を奪ってしまう飲酒運転を根絶していこうというコーナーです。引き続きパーソナリティを務めさせていただくのは広島経済大学メディアビジネス学科1年岡野浩平と、同じく広島経済大学メディアビジネス学科1年柴田明がお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今回は第1回目ということで、まだこのプロジェクト自体知らない方が多いかと思います。後ほどゲストの方にもおいていただき、この広島飲酒運転ゼロプロジェクトについて概要やきっかけを詳しく話していただきます。では初めにこの番組のコーナーを立ち上げようと、企画してくれた岡野の方に、なぜこのコーナーを立ち上げようかと思ったのか、きっかけの方を少しばかり話してもらいたいと思います。どういうきっかけでまたこのコーナーを立ち上げようと思ったんですか？私はですね、このコーナーを立ち上げたきっかけというのはですね、私が高校生の時にですね、同級生が飲酒運転で車にはねられ命を落としました。その事故によって今まで楽しい環境が一気に変わってしまいました。その何気ない普段の生活がすごく大切なものだと感じました。そんな様々な思いを感じながら、私には何ができるだろうということを考えた結果ですね、せっかく広島経済大学のメディアビジネス学科に入り、この行動館プロジェクトコミュニティ FM 放送局運営プロジェクトの一員として活動しているわけなので、そのラジオを通して様々なことを
自分なりに発していこうと思ってこのコーナーを立ち上げました。なるほど、そのような思いがあったわけですね。自分もですね、やっぱり日々のニュースに触れていく中で飲酒運転などというのは、結構目にしたり耳にしたりする機会が多かったんですけども、なかなかやっぱり間近で自分の、近くの、方でですね、なかなか取り扱っていくというか、取り上げていくとか、そういうことがなかなかなかったんですけど、やっぱり岡野がこのように、企画してくれて、でそのような番組をしようということなので、自分もやっぱりそれを通してもっと身近に感じて考えていけれたなと思って、自分も参加することになったわけですけどね。はい、はい、ありがとうございます。本当ありがたいことでございます。私たち以外にもですね、ミキサー担当でですね、メディアビジネス学科1年の川添智葉さんと、いおりくんとは高校1年生のクラスメートだった経済学科の1年香川裕太くんがこのコーナーに参加してくださっています。このコーナーに関してはこの4名で学生を担当していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでそろそろですね、本題の方に入っていきたいかと思います。今回は広島飲酒運転ゼロプロジェクトの関係者の方をですね、ゲストとしてお呼びしております。ご紹介しましょう。三浦由美子さんと中国新聞社の山迫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では改めてですね、それでは改めて自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました三浦由美子です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私は中国新聞社の、山迫正弘と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは今日はですね、こちらのゲストお二人をお迎えしてお送りしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。それでは、最初に、広島飲酒運転ゼロプロジェクトの概要の方ですよね。概要の方、はい、中国新聞社の山迫さんよりお話しいただき、その後プロジェクトを立ち上げるきっかけとなった事件の概要などを三浦さんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。先ほど、岡野の方も話しておりましたが、広島飲酒運転ゼロプロジェクトというのは一体どういうプロジェクトなのでしょうか。はい、飲酒運転というのはですね、何の罪もない人たちの、命を奪ってしまうっていう、暴挙であるっていうことですね。どれだけの人たちが、真に自覚しているんでしょうか。被害者や家族の人たちにとってですね、これほど理不尽な人生の絶たれ方は、ありません。そうですね。はい。飲酒運転の原因のですね、大半は本当に大人の甘えですね。はい、アルコール依存症とか、そういった、原因も多く指摘はされています。そういった中でですね、2011年、広島市内で、自転車でですね、帰宅途中だった高校2年生の三浦伊織君の、命が、絶たれてしまいました。広島ではそれまでにも、飲酒運転の事故であったり、検挙であったりいろいろあったりはしたんですけれども、もうこれ以上ですね、誰一人として被害者にも加害者にも、なってほしくない、そういった強い決意をですね、原点にして、中国新聞が昨年の12月3日からですね、この飲酒運転ゼロプロジェクトというものを立ち上げました。このプロジェクトにはですね、広島の企業はじめですね、現在ですね36社の、協賛を、得ております。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。36社もご協力をいただいて、そうですね、僕らもねこうやって番組作っているわけですけども、これにね協力していただければと思います。広島飲酒運転ゼロプロジェクトはさまざまな思いがあって立ち上がったわけですけども、先ほど山迫さんよりこのプロジェクトに立ち上げるきっかけとなった2年前の事件ですねがありましたが、その知らせを受けるまでの様子をですね、皆さんからお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、午後7時50分ごろ、伊織から帰りが遅くなるとメールが届きました。仕事で疲れていた私は娘に返信を頼んだ後、伊織が帰ってから晩ご飯を用意しようと思い、座ったまま寝てしまいました。警察から連絡が入ったのは午後11時前でした。娘が電話口で真っ赤な顔をし、体をブルブル震わせながら、お母さん代わってと言った時の様子を鮮明に覚えています。慌てて電話を交代しましたが、ゆっくりと言葉を選びながら、落ち着いて聞いてくださいという警察官の声に不安は増すばかりでした。
警察官からの説明は、午後9時半ごろ、安佐南区大町西の路上で自転車と自動車の接触事故があったこと、自転車に乗っていた20代から30代と思われる男性の身元が確認できず、自転車の登録番号から連絡をしていること、心肺停止状態で ICU に運ばれたということだったと思います。なんだか夢の中にいるようで現実味がありませんでした。接触事故と心肺停止という言葉を結びつけることができず、まだ助かると思っていました。伺った年頃も違いましたし、うちの子ではないと確認しようと思い、自転車の色を尋ねました。色を調べていただいている間に、娘にいおりの携帯電話に電話を入れてもらいましたが、何度やってもつながらないと首を振るばかりでした。電話口で赤と白の競技用の自転車で前輪と後輪のタイヤの色が違うと告げられたとき、ただ漠然と大変なことになったと思っていました。はい、いおりくんだとはっきりわからないままの中での警察の方からの突然の連絡だったということですね。はい。そしてその後病院の方へ向かわれたということなんですが、その際の様子などもお聞きしてもよろしいですか？はい。私は運転するため玄関を出るときに娘から夫に電話を入れてもらいましたが、娘は何て言っていいかわからんと泣いていましたので、私は運転しながら、いおりが事故に遭って心肺停止状態で朝市民の ICU に運ばれたらしい、今どこって叫んでいました。夫は近くの駅を降りたところでしたので、すぐに合流し、一緒に病院へ向かいました。車で向かう間、顧問の先生へ連絡を入れるように夫に頼みましたが、ボタンをうまく押せないのか、動作を考えることができないのか、何度やっても電話をかけることができませんでした。みんなとても動揺していましたが、どこか傍観者のような気持ちでもありました。やはり突然の連絡というのもあり、やっぱりあとなかなかなぜそういうことになったのかもわからない中だと思うんで、やっぱり皆さん動揺されてたんですね。そうですね。なかなかいざ電話がかかってきても現実味がないのですね。そうですね。やっぱりなかなか現実味がないお話なので、ありませんでしたね。はい。この後、ICU の方に家族の皆さんが駆けつけられるということなんですが、その際のご様子などもお聞きしてもよろしいですか？はい。ICU に運ばれたはずのいおりはそこにはいませんでした。テーブルと椅子しかない真っ白い部屋に通されたとき、かすかな望みは崩れ去りました。ドクターからは手の施しようがなかったこと、あちこち骨折しておりむやみに動かせないこと、くも膜下出血もあること、検視の後顔の傷の縫合を行ってから対面することを説明されました。ふと娘を見るとブルブル震えており、私が抱きしめようとしても拒否するような状態でした。警察からの電話を最初に受け、とても動揺していたのに気遣う余裕もありませんでした。午前3時ごろ、ようやく対面できたいおりは包帯でぐるぐる巻かれ、顔は腫れ上がり、絶望に満ちた表情をしていました。どれほどの恐怖を味わったのか、どれほど苦しかったのか、最後に何を伝えたかったのか、思いを聞いてやりたくてもかなわず、7箇所も骨折した体を抱きしめてあげることもできませんでした。せめて最後にもう一度、いおりのただいまという声が聞きたかったです。はい、ちょうどですね、ICU で運ばれた時と、それですね、対面した時ですね、ちょうど事件が起こってから6時間となりましたけど、その間すごい不安ばっかりあったと思うんですけども、はい、なかなかですね、さっきも現実味がないというお話をしましたけども、こうやってお話を聞いていく中で僕らも全然すごいですね。そうですね、なかなか言葉が選びづらいというのもあるんですけども、すごい、なんて言ったらいいんだろうな、この飲酒運転の事故が起こったっていうこともありますけども、事故が起こってなかなか会えない、なかなか確認ができないという
不安感はすごく三浦さんにあったと思うんですね。はい、なかなかその思いがねできないっていうのがあれなんですけども、そうですね。ちょっとですね最初はその事故の内容についてなかなかお話が警察の方からもなかった、飲酒運転の事故ということが分かったのはいつお分かりになったんでしょうか。翌日のテレビ報道から知りました。詳細が分かったのは2ヶ月半後に調書を見せていただいた時でした。加害者は奥様が3人目の子供を妊娠したお祝いのために飲み放題のお店へ車で出かけていました。反対車線を逆走した加害者は伊織が乗った自転車と正面衝突した時からの記憶しかなく、ドンと衝撃があった後、フロントガラスに男性の顔がぶつかり、直後に体が天井に乗り上げた大きな衝撃があったそうです。運転席のフロントガラスに頭が刺さった状態ですが、加害者はノーブレーキでそのまま100メートル逆走し、対向車を避けるためにハンドルを切りました。その拍子に伊織の体は飛ばされ、対向車にぶつかり、道路に落下したそうです。はい、ですね、加害者のそうですね、家族が出てきましたけども、はい、家族を持っていて自分の娘さんだったりですね、息子さんだったりっていうことを考えると、普通は正常な場合であれば普通車にぶつかった時にですね、頭で考えるとっさにブレーキを踏んでいるはずなんですけどね、話によるとですね、伊織君の心臓は止まっており、そばにいたある男性がですね、すぐに心臓マッサージをしてくださったそうですね。はい、その時にですね、まっすぐにですね立っていくことさえできなかった加害者が、その伊織君を助けてくれた方をそう引き離そうとしたり、伊織君の顎を大きく揺さぶったり、それを止めようとした方々をですね押して尻餅をつかせたりっていう、さらに止めようとした方をそうですね、伊織君の体越しに蹴ろうとしたりというので、なかなか手をつけられなかったことです。なかなかこうやってお話をすることがないんですけども、加害者はどんな言葉を放たれたんでしょうか。連行されるパトカーの中で、あいつはああいう運命だったんじゃという言葉も言ったそうです。その言葉に私たちは随分苦しみました。私たちと同じ子供を持つ父親だったのですから。子供を持つ親のような言葉ではないなと本当に率直に思うんですが、本当にそのような痛ましい事故なんですけれども、それ以前のちょっと伊織くんのお話も伺えたらなと思います。伊織くんは、どんな少年だったのですか？中学校時代は部活もサボり、反抗期真っ盛りでよく私と衝突していましたが、高校では友達にも先輩にも恵まれ、顔つきも優しくなり、部活や友達の話をよく聞かせてくれる笑顔の絶えない男の子でした。伊織は高校へ入学してから自転車競技を始めました。秋頃からはジムに通い始め、体も一回り大きくなって、ようやくレースを完走できるようになり、人生で最もやる気にあふれている時で、友達にもでっかい賞を取ってみんなを驚かすと言っていたそうです。やっぱり高校から始められた自転車競技が、徐々に成果を上げて、さらにレースが完走できるようになったっていう、本当にこれからっていう頃ですよね。そうですね、本当に。そんな伊織くんがですね、生きている、最後の姿をご覧になられたのは、三浦さんはいつだったんですか？私が伊織の最後の姿を見たのは、亡くなる前の晩、三瓶での走り込みの様子や、3日前にあったクラスの親睦会の話を聞き、お休みと手を挙げた後ろ姿です。はい、本当に充実した高校生活を送ってたんですね。本当僕も一緒の学校だったので知ってるんですけども、本当担任の先生がその、自転車の顧問の先生であって、すごい厳しい先生だったんですけども、それでもその中でも優しいところがあって、ちゃんとしているところがあって、すごい伊織君にとってもいい影響力を持っている人物だと思っています。そうですね。それですね、こうやって充実したこの高校生活を送っててですね、本当部活でも勉強でもいろんなことに対して本当にこれからという時期でもあったんですけれども、
これから大学へ行こう、専門学校へ行こうって、これからのね就職しようっていう時期ですねの事件だったんですけども、そんな時にですねこう事件が起こってどんな思いに気がついたのか、ちょっと三浦さんに聞きたいと思います。はい、これまで家族が揃っていたことが当たり前ではなく、どれだけ幸せなことだったのか気づかされました。家族の生活は一変しましたから、生きていることの素晴らしさと同時に生きることの難しさも感じました。はい、なるほど、すごい家族で揃っているっていうことが本当ね当たり前ではないということですね。そうですね。僕もですねなかなかこうお話をしているんですけども、なかなかこう家族にすごい親孝行できてないというか、こういう事件を聞くと本当にこの家族の中でするっていう時も本当にこんなこともうやめてほしいとか、本当なんでこうやって訴えているメンバーがいるのに、こういうことが起こってしまうんだろうってちょっと本当に疑問視するところもあって、すごい辛いところでもあるんですけども、本当伊織君の事件に関しては本当に痛ましい事件で、痛ましい事件ですね。各方ですね番組とか報道でですね、すごいあったんですけども、その伊織君の事件ですね、事件についてどのように裁かれたのかお話しいただきたいと思います。お願いします。はい、過失ではなく未必の行為である危険運転致死罪として裁かれました。交通犯罪では唯一裁判員裁判の対象となります。当初は自動車運転過失致死と危険運転致死の違いも明確には分かりませんでしたが、マスコミに取り上げていただけたことで、伊織の死を無駄にしたくないという思いは一層強くなり、被害者参加制度を利用することを決めました。はい、そうですね。伊織君の事件に関してはですね、本当今までに関しては自動車運転過失致死というものがあったんですけども、数年前にですね、その同じような事件が起こったんですね。その事件によって親御さんがですね、その必死に訴えて、その危険運転致死罪というものが適用されるようになったんですけども、本当にこのですね、ただ年数を重ねればいいというわけでもないんですけども、そうですね。それでもですね、加害者の方には本当に事件が起こったことについて深く受け止めてほしいと思います。そうですね、加害者に対して三浦さんはどんな思いがあったのでしょうか。はい、加害者にもその家族にも一人の人間の命がどれだけ重いものか、飲酒運転がどんなに重い罪なのかを裁判を通じて分かってほしいと思いました。しかし裁判は被害者のために開かれるのではなく、加害者が犯した罪の重さを決めるために開かれることを当事者となって初めて知りました。だからなおさら加害者には罪の重さを受け止め、心から反省して刑に服し、出所後も死ぬまで人を殺めたことを背負って償いの気持ちを持ち続けてほしい。そして再び罪を犯さないように努力をしてほしいと願いました。亡くなった伊織の命ややりたいことがたくさんあった未来、その先に永遠に続くはずの新しい命の誕生、すべてを奪ってしまったことに対する罪の重さを感じたことが分かれば、私たちの気持ちは少しだけ救われる気がします。そうですね、本当にどんなに償ったとしても伊織君が戻ってくることはないですからね、加害者には本当に罪の重さについてしっかりと受け止めてほしいものです。本当にまたこれまでですね、飲酒運転を見過ごしてきた方も止めることがさえできれば、本当にこの事故はですね防ぐことができなかったでしょうか。本当にですね、誰もが本当飲酒運転の被害者となる可能性をあることをしっかりとね考えてほしいものです。本当に考えてほしいです、ラジオを通して僕らもここで訴えていきますので、よろしくお願いします。本当に犠牲者が出てからでは本当に遅いですから、遅いですから本当に、とですね、そろそろですねお時間となりましたので、次回にもですね三浦さんにも来ていただき、事故後のですね、家族の変化であったり今取り組んでおられる活動についてお話をねお聞きできればと思います。山迫さんには引き続きスタジオに残っていただき、広島飲酒運転ゼロプロジェクトからのお知らせなどお話しいただけたらなと思っております。続いてはですね、広島飲酒運転ゼロプロジェクトからのお知らせです。中国新聞社の山迫さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、飲酒運転ゼロプロジェクトではですね、今青いリストバンド、を、皆さんに配布しております、この青いリストバンドというのはですね、飲酒運転をしないっていう、意思表示はもちろん、これをつけているとですね、飲酒運転をさせない、他の人にもさせないっていう、意思表示のためのリストバンドとなります。中国新聞のですね、朝刊でもこの、リストバンドについては告知をしておりますし、飲酒運転ゼロプロジェクトのホームページからですね、このリストバンドの、お申し込みをすることが、可能です、このリストバンドをですね、広島の皆さんにつけていただいて、飲酒運転をゼロを目指すと、いうことを皆さんに訴えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。青いリストバンド僕たちもつけてますけど、今収録しているパーソナリティ陣やスタッフの方もつけてますけど、つけてます。はい、僕に関してはまだ未成年なので、訴えるっていう、話ができますけども、やっぱりこのリストバンドをつけてるだけでも訴えるということになりますからね。身近な人にですね、飲酒運転をさせたくないっていう思いをですね、このリストバンドで、示せてもらえればと思います。そうですね。僕もこうやってリストバンドをつけてこうやって活動しているわけですけども、なかなかねこうやって機会をいろいろなところでやってるんですけども、なかなかこうやってね難しい、なかなか広がらないっていうところがありますので、ぜひこの番組をね聞いてくださった皆さんには本当にこの青いリストバンドとともにちょっと意見つけていただいて本当意見もね、いろんなお話もねしていただければと思います。なかなかねこうやって難しいところではありますけども、本当よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、広島飲酒運転ゼロプロジェクトからのお知らせでした。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、そろそろお時間となってきました。僕たちですね、こうやってコーナーとかですね、最初のオープニングの方でも話したんですけども、やっぱり命について改めて考えていくというこの番組、そうですね、本当大変なんですけども、すごい大学生の視点からって言ってもなかなかちょっとまだ子供っぽいとか、やっぱり、一部大人なんですけど、考えが大人なんですけども、やっぱりできることとか考えれることもやっぱ限りがどうしても出てきますからね。ちょっと難しいところではあるんですけども、大学生の立場からちょっと考えていけたらなと何か見つけていけれたらなと思う限りです。僕の感想としてはですね、本当にこの番組ができたことが本当に嬉しいことですし、ちょっとやっぱりまだまだ知らない飲酒運転についてもですね、まだまだ知らないことが多いですし、本当に難しいところではあるんですけども、やっぱりこうやって番組を通して皆さんに伝えていけて、皆さん自身が考えてくれて、こうやって安佐南区全体がその飲酒運転をもう根絶ですね、根絶をしていけるような地域になっていければなと思っております。柴田君の方お願いいたします。先ほどもありました三浦さんのお話でですね、やっぱりこの安佐南区の中でそのような事故があったということを、自分はニュースで少し知ったのは知ってたんですけど、やっぱりその事故とかそういうところに大きく関わっている方の話もやっぱり違うものがありますので、やっぱりこれをきっかけに何か考えていけたらなと思いましたね。本当にですね、最初の回なのでちょっと1年生2人ということで本当に緊張ばっかりで、コーナーの方でもすごい途中で詰まったりして本当申し訳ございませんでした。本当これからちょっともうちょっとね、話す勉強をしてどんどん流暢に話せるように頑張っていきたいと思います。あと皆さんとやっぱり何か命を考えるというときっかけになるように一緒に考えていけたらなと思ってますね。そろそろお時間となってきました。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。